こんにちは。今回はデビルガンダムの脚部を改造していきたいと思います。まずは脚部の肉抜き穴に木工用ボンドを塗布します。ボンドを塗布し終えたら樹脂粘土を用意します。この粘土を肉抜き穴に持っていきます。調色スティックを使用して隅々まで粘土を詰めます。粘土を盛り終えたら調色スティックに水をつけ、粘土の表面を撫でて凹凸を消していきます。粘土が乾燥したらデザインナイフを使用して粘土を切り落とします。デザインナイフを使用してある程度形を整えたら240番の紙やすりを使用して粘土の表面を削ります。続いて溶きパテを作成します。使用するのはラッカーパテ、塗料皿、そしてラッカー溶剤です。ラッカーパテを塗料皿に適量取り出し、溶剤でパテを溶いて液体に近いパテを作ります。溶きパテを先ほどのパーツに塗っていきます。パーツと粘土の境目は多めにパテを塗布します。パテが乾燥したらヤスリを使用してパテを削っていきます。はじめは鉄ヤスリを使用して削ります。細かい段差などは紙やすりを使用して丁寧にパーツを磨きます。これで太もも部分の肉抜き穴処理は終了です。続いて足先の処理を行います。まずはパーツにボンドを塗布します。肉抜き穴に樹脂粘土を詰めます。足先のパーツには後でエポキシパテを使用する予定なので控えめに粘土を盛ります。ある程度粘土を詰めたら水のついた調色スティックで粘土の表面を濡らしていきます。粘土が乾燥したらナイフで余分なところを切り落としていきます。
点的に塗りましょう。続いてデビルガンダムの足先に取り付ける爪を作っていきます。使用するのはガンダムハンマーのトゲです。このガンダムハンマーは MG ガンダムカターン A についていたものです。トゲのピンをニッパーで切り取ります。プラノコを使用してハンマーのトゲを半分に切断します。エポキシパテを用意します。を詰めていきます。先ほどのトゲにもパテを詰めます。パテを接着剤代わりにしてトゲを脚部に貼り付けます。残った肉抜き穴にもエポキシパテを詰めていきます。パテが乾燥したらパーツの成形を行います。まずはリューターを使用して足裏を大まかに削ります。リューターを使用し終えたら鉄やすりで大きな傷を消していきます。仕上げに紙やすりを使用して表面を整えます。この時に水平を出せればいいですね。続いて爪とモールド部分に持ったパテの成形を行います。パーツの形に沿ってパテをデザインナイフで切っていきます。細かい調整は彫刻刀で行います。この作業は一気にパテを削らず、少しずつパテの形を整えていきます。ある程度パテを成形できたら、凹凸になっているパテの表面をデザインナイフでカンナ掛けします。仕上げにヤスリを使用してパテの表面をきれいに整えます。ヤスリを当てづらい部分は無理に作業をしませんでした。この部分は正面から見えないので割と適当でも OK。 最後にディテールアップを行います。パテの隙間に瞬間接着剤を塗布します。瞬間接着剤を塗布した部分に結束バンドを貼り付けます。かなり雑に作業したエポパテ盛りと削りですが、これで多少は見栄えが良くなると思います。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。またデビルガンダムの動画を投稿していく予定なので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?